第3話、神々の誕生と火の悲劇。正しい儀式を終えたイザナギとイザナミは再び命を生み出す営みに戻っていった。2人の間からは次々と神々が誕生していく。海を司る神が生まれると、静かな浜辺に潮が満ち、波が穏やかに揺れ始めた。山を守る神が姿を現すと、大地は隆起し、緑の木々が天へと伸びていった。風を吹かせる神が羽ばたくと、草原はざわめき、鳥たちは空高く舞い上がった。野を潤す神が微笑むと、花が咲き乱れ、大地には彩り豊かな命の息吹が広がった。小川はせせらぎを奏で、木漏れ日は揺れ、草花には蝶が舞う。まだ誰も住んでいないその地に、神々の力によって風景が描かれていく。それはまるで絵の具で塗り重ねられていくキャンバスのように、この国は日ごとに色を増し、命の光を帯びていった。命が命を生む。それが私たちの務めだが、喜びに満ちた創造の日々のそのすぐ背後には終わりの気配がひたひたと迫っていた。そして生まれたのが火の家具土の神、燃え盛る炎の化身ともいえるその神をイザナミが産み落とした瞬間、激しい熱が彼女の体を焼いた。その火は神でありながら母をも焼く存在だった。イザナミは大きな傷を負い、やがて床に伏した。その肌には焼け跡が広がり、呼吸は浅く、声もかすれていた。命を削る苦しみの中でも彼女は決して取り乱さなかった。イザナギはその傍らに膝をつき、震える手でイザナミの手を握りしめる。どうか私を置いていかないでくれ。イザナミの目元に静かに涙が浮かぶ。その瞳はもうかつての輝きを失っていたが、優しさだけは最後まで変わらなかった。あなたと共にこの国を作れた。そのことが私にとって何よりの幸せ。イザナギは何も言えず、ただその手を強く握り返した。こうしてイザナミは命尽き、黄泉の国へと旅立つことになった。深い悲しみに沈むイザナギ。しかしその胸の奥には悲しみだけでなく怒りが芽生えていた。この命を奪ったのは家具土だ。剣を抜き、イザナギは火の家具土の神を撃った。剣が振り下ろされた刹那、炎がうねり、空が赤く染まった。その身を裂かれた家具土の血は地へと激しく滴り落ちた。その血が岩に触れるたびに、火の神、炭野の神、戦の神、新たな神々が次々と生まれた。火潮は大地を焼き、火花を散らしながらやがて静けさの中に沈んでいく。怒りの剣が命を断ち、その断末の血がまた命を芽吹かせた。その血から生まれたのは岩を砕く力を持つ神、剣を鍛える神、そして火と戦、雷を司る荒ぶる神々だった。中には後に炎雷の神と呼ばれる神もおり、その存在は天と地の狭間で鳴り響く雷鳴の力を象徴していた。破壊の中に宿る力はやがて鉄を生み、武器を鍛え、この国を守り導く力へと形を変えていった。力による破壊の後には必ず新たな命が芽吹く。それは神々の時代に繰り返されてきた断りであり、この国に受け継がれていく創造の始まりでもあった。イザナギは剣を収め、最愛の妻を追って黄泉の国への道を歩み始める。次回第4話、黄泉の国の真実。